エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はペン入力でお絵かきできるノートパソコンサミット E13 フリップ EVO をレビューします。普通のノートパソコンはスマホや iPad のようなタッチ操作ができないので、お絵かきするために別売りのペンタブや iPad のようなタブレットを買わないといけなくて、余分なお金がかかったり、机の上が液晶だらけになって大変なのですが、この製品はなんとキーボードを裏返すと iPad みたいな見た目になってペン入力でお絵かきができてしまうすごいノートパソコンになります。しかも最近出たばかりの新機種でお絵かきだけじゃなく動画編集やゲームなど重めの作業もできるくらい高性能らしいので、今回は実際に使ってみてペンの書き心地などを詳しくレビューしてみたいと思います。これ1台買うだけでノートパソコンとしてもタブレットとしても使えるので、新生活で物をあまり増やしたくない人や、せっかくパソコンを買うんだし勉強や仕事で使うだけじゃなくお絵かきや動画編集などクリエイティブな作業もしてみたいという人におすすめの製品だと思うので、よかったら参考にしてみてください。それでは早速開封していきましょう。今回は MSI さんから発売前の製品をお借りしてのレビューになります。付属品はスタイラスペン、AC アダプター、説明書にマイクロ SD カードを取り出すピン、ノートパソコンをしまえるソフトケースが入っていました。ちゃんとペンをしまえるところもありますね。さらに今ならキャンペーンでプロのイラストレーターさんも使っているクリップスタジオペイントのプロ版も無料でもらえるようです。この製品はクリスタの動作確認済み推奨パソコンにも選ばれていて、買ってすぐにお絵かきが楽しめるようになっています。クリスタは MSI のキャンペーンサイトで製品登録するともらえるので、忘れずにもらっておきましょう。おー、白い。かっこいい。本体はアルミ製で口がヘアライン加工になっています。色はブラックも選べてそちらもかっこよさそうです。本体の厚みが 14.9mm、重さが 1.35kg でちょうど MacBook Air と同じくらいのサイズ感なので、ノートパソコンの中ではかなり軽い方だと思います。側面にはイヤホン端子と Type-C 端子が右側に1つ、左側に2つついています。充電ケーブルもこちらにつなぎます。15分の充電で2時間半使える急速充電に対応していて、満充電だと最大18時間もバッテリーが持つので、1日持ち歩くくらいならバッテリー切れで困ることはなさそうかな。あと MacBook Air にはついていない USB-A 端子やトレイ式のマイクロ SD カードスロットもついていて、ストレージ容量を後から増やせるのも嬉しいです。画面は片手でスムーズに開けられます。画面を180度倒して向かい側の人に画面を見せたり、こんな風に立てて使ったり、画面を360度回してタブレットのように使えるようになっています。ロック解除は指紋認証と顔認証が両方ついているので、マスクをしていても指紋認証の方でロック解除できるのはありがたいです。キーボードの打鍵感は Mac のマジックキーボードよりもやや軽めで打ちやすいと思います。トラックパッドがサラサラで引っかかる感じがなく、カーソルの操作もしやすいです。キーボードやトラックパッドが少し奥にへこんでいるので、タブレットモードの時に机に触れて汚れないようになっています。画面サイズは 13.4 インチで、縦横の比率が16対10の黄金比になっています。普通の16対9のノートパソコンよりも画面が縦長なので、動画を見ると上下に黒帯が入ってしまいますが、その分一度に表示できる情報量やお絵かきできる範囲が広くなるので、作業効率が上がりそうです。液晶は sRGB 相当で公式域なので発色もいい方だと思います。IPS レベル液晶で視野角が広いので斜めからでも見やすいです。画面はやや光沢があって周りのものが映り込むので、気になる人は別売りのフィルムを貼るといいと思います。スタイラスペンはマイクロソフトの MPP2.0 対応の1万円くらいするペンが最初からついているので、 iPad のように後からペンを買う必要がないのが嬉しいです。予備の返芯も2本ついています。形は Apple Pencil に似ています
が見た目よりも軽くて持ちやすいと思います。ボタンが横に2つと頭に1つついていて、鉛筆と消しゴムを切り替えたり好きなショートカットを設定できるようになっています。ペンを本体に磁石でくっつけられるのでペンが迷子になることもなさそうです。ただ iPad みたいにくっつけるだけで充電はしてくれないので、自分でケーブルをつないで充電しないといけないのは少し面倒ですが、バッテリーが Apple Pencil の4倍くらい長持ちで充電しないといけないのはそこまで気にならないと思います。それでは実際にクリスタを使って描画性能をチェックしていきたいと思います。ペンの筆圧感知レベルが4096回調で最大166度の傾斜角に対応しているので、ペンを押さえる強さや傾きで線の太さや濃淡を細かく調整できるようになっています。ペンの沈み込みもほとんどありません。意識するとわずかにクリック感があるかなという印象です。ペンを軽く置いただけだと線が引かれないので、弱めの筆圧で細い線を描きたい人は好みが分かれそうですが、その辺はクリスタの設定である程度自分好みに調整できると思います。デフォルトの筆の設定だと線の入り抜きの入りの再現がやや弱い気がするので、入り抜きペンの設定を参考に調整すると良さそうです。ペンを素早く動かしても線が遅れて描かれるような遅延は感じないです。ペンをゆっくり動かした時はこんな感じです。視差がほとんどなくて、画面端でもペン先とカーソルがずれないので、ちゃんと狙ったところに線が引けました。ペンの横のボタンは上側がスポイトで色を拾えるようになっていて、下側が鉛筆と消しゴムの切り替えになっています。今回はそのまま使いましたが、設定で自分好みに変更すると良さそうです。パームリジェクションでお絵描き中に手が画面に触れても誤作動しないようになっていますが、たまに手の方が先に触れて誤作動することがあるので、それが気になる人はこのような2本指手袋を使うのがおすすめです。誤作動を防止できるだけでなく、手を画面につけても手汗で引っかからずにサラサラ描けるので、プロのイラストレーターさんで使っている人も多いです。長時間お絵描きするときはペンに鉛筆用のグリップをつけたり、タブレットスタンドを使うと長時間お絵描きしても疲れにくくなるのでおすすめです。あとこれは全てのタブレットパソコンに言えることなのですが、お絵描き中はキーボードのショートカットが使えないので、別売りの左手デバイスを使ってよく使う機能をボタン一つで使えるようにすると作業効率が上がるのでおすすめです。私は普段パソコンの液タブでお絵描きしていますが、ペンの書き心地がメーカーによって結構違うので、購入する前に自分で試し書きするのをおすすめします。MSI のノートパソコンは家電量販店やパソコンショップでも販売されているので、気になる人は実際にお店で試し書きしてみてください。ここからはイラストのメイキングを流しながら実際に使ってみた感想などを話していきたいと思います。第一印象はパソコンの動作が速くてすごく作業しやすかったです。キャンバスの回転や拡大縮小もスムーズにできて、お絵描き中にほとんど処理落ちしないので、一度もお絵描きアプリが止まらずに作業できました。Windows のお絵描きタブレットは性能がそこまで高くないものが多いので、お絵描き以外のことが快適にできなかったりするのですが、この製品は高性能なノートパソコンにペン入力がついた感じなので、お絵描き以外にもいろんなことに使えると思います。試しに処理の重たいゲームや動画編集のソフトを動かしてみましたが、画質を落とせば 3D ゲームもサクサク動きますし、3DCG のモデリングも簡単なものなら処理落ちせずに作れそうだったので、普通の人が使うほとんどのソフトが快適に動くと思います。動画の書き出し速度も M1 の MacBook より2分くらい早く書き出せたので、フル HD の動画編集くらいなら問題なくできると思います。ただゲームをしたりパソコンに負荷をかけると冷却ファンが回ってキーボードがほんのり熱くなってしまうので、本格的にゲームなどしたい人はより高性能なゲーミングパソコンを買った方が良さそうです。学校のレポートを書いたりお絵描きするくらいならたまにファンが回るくらいなので、普通に使う分にはファンの音はあまり気にならないと思います。個人的に気になったのがタブレットモードでスリープ解除したい時に本体を少し持ち上げて電源ボタンを押さないといけないのが少し手間に感じました。
一応ウェブカメラのスイッチでもスリープ解除できるのですが、側面にもスリープ解除できるボタンがあるといいなと思いました。この製品のいいところはノートパソコンとタブレット両方の使い方ができるところで、実際に使ってみるとかなり便利なことに気づきました。私は外で作業するときに iPad Pro にマジックキーボードをつけて持ち歩いていたのですが、 iPad はマジックキーボードをつけたままだとうまくお絵描きできないので、お絵描きするときと文章を打つときでキーボードをつけたり外したりするのが面倒で、最近は MacBook Air と iPad を頑張って2台持ち歩いていたのですが、この製品はノートパソコンを1台持ち歩くだけでお絵描きも文章作成もスムーズにできるので、私の普段の使い方にすごく合っていると思いました。書き心地はさすがに普段使っている液タブの方が画面が大きいこともあって書きやすいのですが、クリスタの推奨パソコンに選ばれているだけあって、外出先でちょっとしたイラストを描くくらいなら十分すぎる性能のパソコンだと思います。同じストレージ容量の MacBook と液タブや iPad を別々で買うと20万円以上かかってしまいますが、この製品は最新のノートパソコンにタブレット機能とペンとクリスタが全部ついて16万円台で買えるので、なかなかコスパが高い製品だと思います。これ1台でノートパソコンとタブレット両方の使い方ができるので、新生活であまり物を増やしたくないけど、せっかくパソコンを買うならお絵描きや動画編集などクリエイティブな作業もしてみたいという人におすすめの製品だと思うので、よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画をアップしています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。